こんにちは。今日は日本で買えるアメリカの商品を試してみました。私は昔、アメリカのシアトル周辺に2週間だけホームステイをしたことがあるんですけど、すごく印象に残っているのが、何でもサイズが大きいということでした。ピザも大きいし、サブウェイのサンドイッチは1メートルくらいつながっていたので、これがアメリカサイズなんだとテンションが上がりました。また、実際に現地の高校で授業を受けた時に、授業中に音楽がかかっていたり、生徒がガムを噛んだりしていて、自由でいいなと思ったりもしました。逆に一番きつかったのが、2軒目のホームステイの1日目でした。私は友達と2人でホームステイしていたんですが、ホームステイ先の少し年上の男の子とその友達がボーリングとかいろいろなところに連れて行ってくれて、それはありがたいんですが、当時15歳だった私たちは緊張して英語が話せないし、眠いという感じですごく疲れた記憶があります。結局夜中の2時に帰宅したんですが、家に帰ってからもこれから映画を見るけど一緒に見るって言われて、さすがに寝るねと言ってすぐに寝ました。日本では20歳未満は夜の11時を過ぎると警察の補導対象になるので、そこも文化の違いだなと思いました。それではここからアメリカの食品を紹介します。まずはじめはレイズです。レイズサワークリーム&オニオン。コクのあるクリーミーなサワークリームにオニオンの風味が効いた味付けを再現しました。結構いろんなところに売ってる印象があります。多分このレイズってアメリカに行ったらすごいたくさんいろんな種類があると思うんだけど、日本ではこのサワークリーム&オニオンと塩味しかなんかあんまり売ってないような印象があります。多分食べたことあったようななかったような。日本のやつはタイで作られてるのかな。じゃあ久しぶりに食べたいと思います。なんか最後に食べたのがハワイでだったかな。その時は黄色、塩味を食べたんですけど、なんかすっごい味濃いなって思いながら食べたので、逆にこれはなんか味がすごい薄いっていうか、これ日本人向けなのかな。でも美味しいです。でもなんかアメリカで食べた時より味が薄いっていう感じがします。次に食べるのがこのチートスです。チートスクランチ、チーズ味。グローバルレシピを使用し、本場の濃厚なチーズの味わいを再現しました。チートスって結構定番だと思うし、名前は結構よく聞くんですけど、何気に食べるのが初めてなのでちょっと楽しみです。なんかすごいチーズの匂い。チートスって基本チーズだよね。チートスのなんとか味って他にあるのかな。この匂いってなんかちょっと日本で言うとカールっていうお菓子があるんですけど、それに近い感じです。じゃあ食べます。なんか結構もっとコーンの気泡みたいなのが中にあって軽い感じかなって思ってたんですけど、思ったより密集っていうか凝縮されてる感じで、パリパリっていうかガリガリっていう感じでした。美味しいです。なんかでももっと味濃くてもいいかも。これアメリカのお菓子だよねみたいな感じがしない、日本風っていう感じがするので、味が濃いかなっていう感じで食べるとすごい味が薄く感じるかもしれないです。でも美味しいです。次はこのプレッツェルのお菓子です。チェダーチーズプレッツェル&ナッツミックス。チェダーチーズプレッツェルとスモーキーにローストしたアーモンドとカシューナッツのパーフェクトミックス。今回はこのチェダーチーズ味なんですけど、私は本当はハニーマスタード味が欲しかったんですけど、ちょっと売ってなかったのでこれにしました。なんかこんな感じなんですけど、匂いは別にそんなにしないっていうか、チェダーチーズの匂いがすごいするっていう感じではないです。これはアメリカナンバーワンチーズ生産州ウィスコンシン州生まれのスナック。じゃあ食べます。なんか美味しいんですけど、結構チェダーチーズがかかってるところが、例えばこれとかすごいやっぱまばらなんで、その味が薄いって思ったり濃いって思ったり、やっぱり私はハニーマスタードの方が美味しく感じます。このプレッツェルのなんか硬い感じ、歯ごたえっていうの、それがすごいいいですよね。これってチェダーチーズとハニーマスタード以外に味あるのかな。皆さんもお気に入りの味教えてください。では次に紹介するのがスキッピーのピーナッツバターです。
スキッピー、ピーナッツバター、クリーミー。滑らかな食感が魅力の定番商品。ナッツの風味が詰まったペーストはどんな料理にも自然と溶け込んで相性抜群。ピーナッツバターってピーナッツクリームとは違うのかなあ、これは粒なしなんだ。もう一個の青い方が粒があるやつ。これって皆さんどうやって食べますか？聞くところによると PB&J っていう食べ方があるって聞いたので、ちょっと今回やってみたいと思います。中ちょっと開けてみると結構思ったよりもったりしてる。ちょっとまずピーナッツバターだけでちょっと食べてみたいと思います。ちょっとどんな感じかわかんないから。やばいねこれ。水分っていうなんかものがないっていうか、あるけど、なんて言うんだろう。ピーナッツのペーストの沼に落っこちて、なんか鼻まで全部ピーナッツのペーストに使ったみたいなぐらい濃い味がします。日本のやつはピーナッツバターじゃなくてピーナッツクリームなんで甘さ重視って感じで、でもこれはなんかそんな甘くないし、なんかちょっとしょっぱみ？なんかちょっとしょっぱいですよね。だからちょっと PB&J どんなものなのかますます気になったので作ってみたいと思います。今日はこの超熟っていうパンの8枚入りを使います。この超熟っていうのは日本の食パン、こういうパン、食パンの中で一番売れてるらしい。本当は6枚切りが1位なんですけど、2枚重ねるので分厚くなるかなって思ったので8枚にしました。じゃあまずパンを2つ用意しました。で、片方にピーナッツバターを塗って、片方にジャムを塗るって書いてあったんですけど、で、ジャムはイギリスの商品を紹介した時のジャムが結構まだ余ってるので、これを使いたいと思います。アメリカの商品紹介してる時にイギリスの商品出すのもどうかなって思うんですけど、でもジャムも消費しないといけないんで許してください。じゃあまずこっちにスキッピーのこれを塗ります。これってさ、これはもうこのままいっちゃっていいんだよね。やばいかも、塗りすぎかも。なんかよくピーナッツとか食べすぎると鼻血出るみたいなこと言うんですけど、それってアメリカでもそうなのかな？なんかあんまり綺麗に塗れなかったんですけど、とりあえずピーナッツバター塗りました。じゃあ次にこっちにジャムを塗ります。このジャムも美味しいよね。なんかあんまりジャムのパンとか甘いパンって食べないので、なんか普段はレタスとかハムとかしょっぱい系のパンを食べちゃうので、なんかすごい久しぶりに甘いパンを食べる感じがします。で、これをこう、うまくいくかな？ちょっと怖いわ。本当にこれバラバラで食べた方が美味しくない？大丈夫かな？いけ。PB&J ここまで重ねてできました。じゃあこれちょっと切ってみたいと思います。切んのかなみんな。絶対さ、朝ごはんとかでさ、ちゃんと切るってないと思うけど、でも初めてだし、ちょっと断面も見たいし、切ってみます。でもなんか綺麗かも。じゃあ食べてみます。なんかすごい美味しいです。なんかこのラズベリーのジャムが酸味があるからピーナッツバターとは相性が悪いかなって思ったんですけど、ピーナッツバターが香ばしさを出してて、でもジャムの味は邪魔しないみたいな。なんかシアトルにいた時は一回もこれ食べたことなくて初めて食べたんですけど、すごい美味しいです。新たな発見ですごいなんかお気に入りになりそうです。で、もう一個、このピーナッツバターの食べ方を調べる中で、絶対にありえないでしょって思った食べ方が一個あったので、試してみたいと思います。このピーナッツバターをセロリにつけて食べるっていう、アメリカでは子供とかはセロリにピーナッツバター超好きみたいなのも見たので、ちょっと試してみたいと思います。ここにピーナッツバターを入れるって難しくないですか？なんかめっちゃ汚い。ちょっと汚いんですけど、とりあえず食べてみたいと思います。なんか思ったより合わないわけではないけど、合ってるのかはわからないっていう感じの味がします。なんかもうほんとちょっとごめんなさい無理ですっていう感じかなって思ってたんですけど、ピーナッツバターが甘くないし、なんだろう、ナッツサラダ、セロリも入っててナッツも入ってるみたいなサラダ、あれの感じがします。思ったより悪くないです。でもこれはドレッシングとかマヨネーズで食べた方が美味しいかなって思います。次はスパムです。スパム 25% 減塩。アメリカの代表的なスパムからさらに塩分を 25% カットしたレスソルトタイプです。正直あんまりスパムって食べたことないんですけど、沖縄とかだと
なんか結構スパムを使った料理が多い気がします。今回はスパムの 25% 減塩っていうやつを買ってみました。っていうかこれしか置いてなかった。へえ、知らなかったけど、このスパムって調理済みだから普通に温めるだけで食べれるんだ。必ず焼いたりしないと食べれないと思ってました。じゃあ今回はこのスパムを使って沖縄でよく食べられるポーク卵おにぎりを作って食べたいと思います。これってどうやって開けるの？こう？どうやって開けるのこれ？しょうがないんでこれで開けます。うわ、怖っ。そしたらじゃあこれを出します。出ないんだけど。あ、出た。じゃあ切っていきます。ちょっと分厚めに。こんぐらい？こんな感じで。じゃあこのスパムを焼いていきたいと思います。少し油を入れてスパムを焼きます。本当あんまりスパムって食べたことないからどんな味だっけっていう。沖縄ではこのスパムの缶を使っておにぎりを作るらしいです。この缶の中にご飯を入れてスパムを乗せてちょっと押す感じでひっくり返すと、おにぎりっていうかちょっとお寿司みたいな感じの形になるっていう感じらしいです。じゃあやってみます。次は卵を作ります。でここにじゃあなんかこれを折るって言ったかな、大丈夫かな。でちょっと先にご飯入れます。でここに卵を入れるんですけどちょっとでかいかも。うわ、やばい。こんぐらい。これをこう入れます。でスパムを入れます。ちょっと押す、こうやって。じゃあこれに出しますと、綺麗じゃん、めっちゃ。これに海苔を巻くんですよ。太さ的にはこのぐらいだ。もうちょい細いか。でこれをどっから巻けばいいの？いいかな、もうこれで。めっちゃいいじゃん。はい、できました。じゃじゃーん。初めてにしては上出来じゃない？結構ちょっと卵めっちゃなんか飛び出てますけど完成です。ちょっと食べてみたいんですけどめっちゃ崩れそう。こうか。これ美味しいけどちゃんと缶の時に結構ぎゅうぎゅうに押さないと崩れてきます。今ちょっとやばかったもん。でもこれ美味しかったんでまた作りたいと思います。残りは後で食べたいと思います。次はこのベストフーズのリアルマヨネーズです。リアルマヨネーズ。伝統的なマヨネーズの製法を厳しく守りながら素材の味を生かしたデリケートな美味しさです。これはハワイに行った時かなんかに買って美味しかったので今回も買ってみました。でこのマヨネーズは日本のマヨネーズよりも結構白いのでちょっと比較してみたいと思います。これは家にあったキューピーのマヨネーズなんですけどこれで見ても分かる通りなんかこっちの方が黄色っぽくなってると思うんですけどちょっとお皿に出してみたいと思います。じゃあまずこっちがリアルマヨネーズです。やっぱ見た目は結構白いですよね。こんぐらいでいいかな。こっちがキューピーのマヨネーズなんですけどこうやって見てもやっぱりこっちの方が黄色っぽくてこれは白っぽいんですけど、じゃあちょっとこのマヨネーズだけで味を比べたいと思います。でまず普通に日本のマヨネーズ、いつも食べてるマヨネーズの味って感じがします。じゃあ次こっち。なんかこっちの方がやっぱ味が強くてちょっと酸味も強くてこっちは酸味が薄くてあっさりしてる感じがします。じゃあこれを使ってサンドイッチを作ってみたいと思います。じゃあまずベーコンを焼きます。ダメかな、いっか。カリカリベーコンってちょっといつまでやっていいのか分かんないのでとりあえずここまでにします。じゃあトマト切ります。なんかちょっと薄くなっちゃったな。こういう感じでこれちょっとなしでパンが焼けたのでじゃあマヨネーズ塗っていきます。なんかアメリカの有名なサンドイッチとかってどういうのが、なんか私が見たのはエルビス・プレスリーが好きだったなんだっけちょっと忘れちゃったけどクラブハウスサンドイッチとか、そうだレタスもあります。これレタス多すぎ？ベーコンがあってでトマト BLT うわこうして
こんな感じで BLT できました。じゃあちょっと食べます。美味しい。でもマヨネーズをもうちょっとかけるか他のソース足してもいいかもしれないです。日本のマヨネーズと違うのが他の味を邪魔しないっていうか、日本のは結構酸味が強いので他の味よりもマヨネーズの味が勝つって感じがすごいするんですけど、これはそんなことなくて美味しいです。ちょっと皆さんの好きなサンドイッチもよかったら教えてください。じゃあ次はジョンソンビルのソーセージのチェダーチーズ味です。ジョンソンビルソーセージチェダーチーズ。加熱するとチェダーチーズが溶け出し、ジューシーな肉汁と絶妙なハーモニーのソーセージです。これはよくスーパーとかでも見かけるので、結構手に入りやすいものかなって思います。確かチェダーチーズ味だけじゃなくて、なんかもう2種類ぐらいあった気がするんですけど、チェダーチーズが前に食べて美味しかったので今回選びました。これもせっかくなのでホットドッグにして食べたいと思います。正直今日食べ過ぎでちょっとお腹がはち切れそうなんですけど、でもこれ美味しいと思うのでやってきます。これさ、開かないんだけど、なんでここやばいんだけど、開け方合ってるよね。ようやく開きました。いや、めっちゃ握力使った。水をこれ油跳ね防止の網です。ソーセージを焼いている間にこのパンも焼きます。じゃあパンが焼けたので今からちょっと焦げたんですけど作っていきたいと思います。熱っ。これちょっとレタス半分にします。ちょっとなんかまあいいか。ここにソーセージを入れます。でこれがキユーピーの粗挽きマスタードです。これをこんな感じで、これはもうほぼ中身がないハインツの、これもアメリカだよね、ハインツのトマトケチャップです。ではジョンソンビルのホットドッグ完成しました。食べてみます。皮がパリパリしててすごい美味しいです。でもちょっとこのケチャップとマスタードを結構かけちゃったからかチェダーチーズの感じはそんなにしないんですけど、ホットドッグにしない方がいいかも。なんかこのままで食べた方が良かったかもしれないです。すごい肉の味もちゃんとするし、がっつりしてる感じがするので、すごい美味しいです。今日はアメリカの商品を紹介してみました。イギリスの商品と比べると、アメリカの商品は日本には結構多いんですけど、それでもこれとかみたいにちょっと日本っぽく味付けされてて、味が薄いなって思ったりすることもあるかもしれないんですけど、もしよかったら日本にあるバージョンとアメリカで食べるバージョンで比べてみてください。私的に今回一番美味しかったなって思うのがスパムです。あんまりなんかスパムって食べた記憶がなかったんですけど、今回ポーク卵おにぎり、あれってなんか確かハワイとかにも売ってる気がするんですけど、なんか久々に食べたらすごい美味しかったので、まだスパム残ってるのでまた作って食べてみたいなって思います。ではまた他の国の商品も試してみたいと思うので、よかったらチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバーイ。